皆さんこんばんは、じまでございます。いつもですね、当チャンネルじまチューブご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、Z5-2、こっちですね、Z5-2。このカメラで、野鳥であったりとか飛行機、望遠レンズでの撮影を楽しむときに、意識しておいた方がいいんじゃないのかなって私なりに思うところ。もっと言うと、やっぱり、超望遠のね、レンズで撮影をするのであれば、高画素機かつ連続撮影ね、拡張でかなり優れている8や9、8番、9番とかの方が、安定して、ブラックアウトフリーっていうところもやっぱ強いしね、どれぐらいこだわるかというかね、どこまで超望遠での連写っていうところにこだわるかなんですけど、こういったカメラも選択肢に入れた方がいいよっていう話をしていきます。ちょっと Z52 ね、52を購入されたからすると、ちょっとジマさん辛口やないって言われてしまうかもしれないんですが、やっぱりそこは実売23万円と50万円半ばぐらいのカメラとかのね、差っていうものはこういった過酷な環境になればなるほど出てきます。潤沢な環境、連写をしない、オートフォーカスもそんなに働かせないっていう風になってくると、いろんなカメラで快適に撮れるよってなるんですけど、連写、クロップ体制、あとは暗いところでのオートフォーカスとか、追従性、オートフォーカスの認識、検出、プラス、はっつけた後のこのくっついてくれるね、この粘り強さなどを見ていくと、ちゃんとね、いろんなカメラの種類がある中で、こういったカメラの方が向いているよっていうのを把握するのがいいかなと思いますので、最後まで動画見ていっていただけると嬉しいです。今回もじまチューブスタートです。じまチューブ。はい、改めまして、じまでございます。画面切り替えております。実はですね、このトークテーマ、撮るのが2回目なんですね。と言いますのも、実は、400mm の 4.5、を持ち出した時に、Z52 にくっつけてこのトークテーマについて話してたんですけど、ちょっとね話がとっちらかってたりとか、結構きつい表現を使ってしまってる部分がありましたので、Z52 よりは Z8-9 やと思うっていう結構決めつけなね発言が結構あったので、私の中でね、当時の環境の状況の私の心境からすると。でも冷静に考えて、いやいやそんなにきついこと言うたらあかんやろっていうところがありまして、動画編集中にこれ撮り直そうと思いまして、その外で収録した時の映像はせっかくあるからね、いろいろZ52 と400の 4.5 を持っていろいろ話してはいるんですけど、その映像を見つつですね、状況、環境、心境ちょっと落ち着いてね、ホットというか熱がね冷めたというか落ち着いた視点で俯瞰して今日はお伝えしていこうかと思いますので、ご安心ください。そんなにきつい言葉は使わずに、Z52 野鳥飛行機撮影で思うことという話をしていきます。やっぱりね、望遠レンズというものは投資が必要。カメラを節約した分、もんを買わなあかんのとちゃいますかという話を、していくというものに、なっております。と言いますのもですね、Z52 を使う中で結構ね、野鳥撮影とか飛行機撮影、鉄道などもそうなんですけど、望遠レンズを多用されている方も多くいらっしゃると思います。ただ個人的には Z52 が登場した時からですね、もっと言うとプロモーションの時から私は Z52 で望遠レンズの話って実は取り上げてなかったんですよ。でこれきっと気づかれた方もそこそこ数名いらっしゃって、ジマさん Z52 って望遠レンズ使うとどうなんっていう話をよくいただいてて、そのオートフォーカスの検出とか検知とか利用の快適度合いっていうのはものすごくいいけど、やっぱり高画素でクロップで2000万画素ぐらい残るカメラで、高速連続撮影で CF エクスプレスタイプ B を採用しているカメラと比べちゃうと、やっぱりそのあたりは得意というか不得意というか限界っていうもんがあるかなっていう、撮りやすさ、ブラックアウトフリーのところ含め撮りやすさっていうものの違いはあるかなっていうのは話してたんですね。で Z52 がやはりその一番気軽にね、実売23万円ぐらいでゲットできるフルサイズの
スタンダード機っていう位置づけになっているので、せっかくであれば検出にね、認識か、被写体の検出認識のところに飛行機、鳥が入っているっていうところで、多くの方がね、飛行機、鳥をおすすめしてたりするんですけど、私はかなり玄人向けだなって思ってるんです。Z52 で飛行機とか鳥を撮るっていうのは。撮ることはできるけど、撮り続けていると、やっぱりあっちの方がええなと思うことが多いので、今回の Z52 の望遠レンズについての話をしていきます。1つ目、結論。2つ目、Z52 の評価で違和感があること。3つ目、レンズとテレコンへの投資が必要だよ。4つ目、後書き。Z52 を快適に楽しむために、今回はこの4つのテーマでお話ししていきます。先に結論です。私はですね、望遠レンズ、望遠撮影かつ動体撮影、動き物にはですね、Z89 ですね、8、9っていうものをやっぱりおすすめします。Z52 実際買うて使い続けてみて、落ち着いてですよ、思ったことは、やっぱ動体かつ超望遠使う方には、金銭的なね、お財布事情があるとはいえですよ、可能であればいつかは Z8、9クラスっていうものを使っていただきたいっていうのが本音です。だって全然違うからね、快適度合いが。もう実体験としてあるので。で、大きく異なるので、価格がね、60万円ぐらい、フラグシップなんて80万近くするからね。で、60万、80万のカメラと実売23万円ぐらいのカメラ比べたらあかんでしょっていうところがあるんですけど、やっぱり高画素機クロップ体制 DX で切り取っても2000万画素ぐらい残る。Z52 は2450万画素なので 2.25 でなんぼですか、1100万画素ぐらいか。A3 程度とかのね、印刷であればこと足りるかなって思ったりはするんですけど、ブラックアウトフリーで撮影ができることとか、あともう一つ飛行機というか野鳥かな、羽ばたく瞬間とか狙われる方はローリングシャッターの歪みね、やっぱりこう野鳥の羽がふにょーんとなったりとかね、それはそれでええかもしれないんですけど、ピタッて止めたい方からするとやっぱヘリコプターのねプロペラの部分とか含めて、8、9でもものすごい高速に回転するヘリコプターのプロペラとかはローリングシャッターの歪み多少は出ますけど、ある程度は抑えてくれているというところがあるので、いくら Z52 ですね 5.2 のセンサーが裏面照射になったとはいえですよ、やはりその Z63 の部分積層とか Z89 の積層型のような、カメラとはやっぱりグレードが違うなっていうナンバリングっていうのかな、56789って上のナンバリングになればなるほどやっぱりパワフルだなっていうのは当たり前なんですけど、再度実感したというところがあります。で、動体撮影かつ超望遠で携帯性を求める方は Z8 がいいです。バッテリーの部分がねちっちゃいので、安定した連写性能ってなると Z9 の方がいいです。CF エクスペルスタイプ B2 枚差しなんでねっていうところがあります。バッテリー持ちも Z9 の方がいいし、でそういった機材、カメラ側ね、予算的に購入が難しい場合とか、質量からいや Z8 番 910g ありますやんっていうね、8でさえ重たい大きいっていう方にはやっとそこで Z52 っていう選択肢が出てくるんじゃないのかなって思います。入り口 Z52 をもう決めているのはどっちかっていうとサイズとか予算で、安定して動き物を望遠で撮りたいっていう入り口の方、選び方の方は Z98 から選んでもうて、いやちょっと9と8は違うなってなったら落としどころとして52、63でもいいけど6340万円ちょっとしますからね、それやったら頑張って10万円ぐらい足して8買ってよってなっちゃうので、63はもうスキップして20万円ぐらいでカメラゲットして、レンズも180、600とかで40万円前後ぐらいの金額で、超望遠一番お気軽セットみたいなものを買っていただくっていうのが現実的なのかなっていうか、着地としてね一番いいんじゃないのかなっていうふうには、思っています。やはりねZ52 いろいろ情報発信いろんな方されているのを見ていてね、野鳥撮影最高みたいな形を見ているとって思うんですよ。もちろんそのアオサギとかね鳩であったりとかムクドリもいけるかぐらいのサイズやったら全然ええとは思うんですけど、メジロとかね
こっち取りとかになってくるとちっちゃいし速いしってなってくるとやっぱねレンズに投資必要かなって思っちゃいますね。上には上がある。快適ですかって聞かれると Z52、Z5 よりは撮りやすいし、快適には撮れるけど、正直8とか9やったらこういったことができたのになってのはやっぱり知ってる身からすると思っちゃうところがある。これは正直に言っておきます。ここで Z52 最高望遠レンズで超望遠野鳥撮影飛行機撮影始めてみようみたいな形を私が言うといやってなると思います。私も動画編集して自分でいやってなると思いますね。それは価格の縛り制限があるからこそでしょみたいなねところがあって、危ないちょっとなんか熱が入ってきたね、ちょっと落ち着けましょうか。これをもっと激しくきつい言葉で話してしまったんが私が外で収録している時の動画です。それはちょっとねもうお聞かせできないので今日は感情を抑えて室内撮りにしております。Z52 の評価でちょっと気になるところあるよねという話なんですけども、Z52 ね様々な、著名なサイトであったりとかインフルエンサーさんからね高評価の、かなりある、人気のカメラです。私もそれはすごく納得いってます。自分でカメラ Z52 買うてやっぱカメラやなって思ってるのでよく使ってるしね。エントリー機であった初代 Z5 に対して今度はエントリーとは言わせませんと。新スタンダードって言ってね、僕はもうニコンの標準なんだよっていうところで Z52 が登場してきたというところなんですね。で23万円という価格に対しても十分に優秀な、魅力があります。ただ個人的に違和感を感じるのは、先ほどの、超望遠での野鳥飛行機撮影です。もちろん被写体検出に鳥とか飛行機が独立しているっていうところから進めたい理由はわかるんですけど、レンズは663か863あたりが星力になります。ニッコール Z の 600mm の F6.3 VRS とか 800mm の F6.3 の VRS もしくは 400mm の 4.5 VRS とか100-200の 2.8 のね VRS とかを使われる方はテレコンバーター TC1.4X とか 2.0X があった方がいいなというふうには思います。で私自身動画の中では Z52 と 400mm の 4.5 を使ってます。これはもちろん野鳥撮影も撮れたら撮ろうかなぐらいなんですけど、どちらかというと写真集ボリューム5に向けてのミニマル構図ですね、超望遠の、400mm ぐらいの望遠領域で切り取った圧縮効果を生かしたミニマル構図の写真を、写真集に入れたいなっていう素材撮り作品撮りというところで400と Z52 を持ち出していたという形になります。で私自身も発売直後から 400mm の 4.5 の VRS ってめちゃくちゃ愛用しているんですね。でテレコンバーター前提ならまだしも、DX クロップで1100万画素ぐらいになるんであれば正直野鳥撮影には600の63か800の63をおすすめしたいっていう気持ちがあります。400の 4.5 はあくまでとにかくコンパクトに持ち出したいっていうところの方がいいんじゃないのかなっていうふうにね、人それぞれ評価軸があるっていうのは理解してはいるんですけど、紹介の仕方によってじゃあ Z52 と400で野鳥撮影が快適にできるんだと思われてしまうと、人によって満足度合いとかその前提条件前提の知識とか経験っていうものが違うので何とも言えないですけど、個人的にはもっと上の世界というかもっとすごい広い世界を知っていただきたい。野鳥撮影の中にはね 800mm が標準レンズっていう世界でもあったりしますので、そういったところをぜひ楽しんでいただけたらなというふうには思います。少し細かい話になるんですけど、メモリーカードもねちょっと気になるかなって思います。なんでかっていうと有効2450万画素ではあります Z52 ね。なので比較的軽いデータにはなるんですけど、やはり野鳥撮影とかになってくると物ごっつ連写したりねすることがあります。でN ローの12ビットビデオスピードクラス V90 とかでね推奨されてたりもするので Z52 には比較的高速な書き込みのね維持速度のメモリーカードをね使われてたりもするかなとは思うんですが、やはりねZ8 メインスロットが CF エクスプレスタイプ B、 Z9 はメインもサブも CF エクスプレスタイプ B っていうところを考えていくと、メモリーカードのその規格上ね、もう種類規格上が安心感が全然違うなって
思っちゃいますね。でもう一つ Z52 はあくまで筐体がコンパクトにはなりますので、ファンクションボタンなども極力削られてたりもします。なので野鳥撮影で結構ね、ピント抜けたメモリーリコールとかなってくると、望遠側にね、レンズ側に登録してるファンクションもあったりするとは思いますが、やはりボタンが大いに越したことがないっていうのが超望遠の撮影の特徴かな。あとはリアルライブビューファインダーのところですね。ブラックアウトフリー、撮影している時のね、この覗いている EVF の安定感っていうところは、やはり上域の、Z89 のナンバリングの方がいいかなと。で、ローリングシャッター歪みも、まず心配がない。Z52 は歪むかなってちょっと心配があったりするんですよ。ありゃ、歪んでるかなこれみたいな。ただ、89はヘリコプターのプロペラを映さん限りは大丈夫かなって勝手に自分の中で基準があったりするんですよ。なのでそういったところの安心感もありますので、こういった部分を気にせず撮影できる環境を求めていくかどうかで、選ぶカメラを分けてもらうっていうのがいいかな。あとはオートフォーカスで野鳥の捕捉追従する手段としても、私撮影機能の呼び出しのホールドっていうのがね Z8 とかやったらあるんですけど、カスタムボタンに貼り付けれるんですけど Z52 それなかったのよね。今のところファームウェア 1.00 なので、私の Z52 は入ってないので、これもやっぱ打率に影響するなって。どう頑張ってもね、カスタムワイドとかで捉えてるよりも、ピントがこん時はやっぱりシングルポイントにポンって切り替えて、スパーンって野鳥のね目元あたりを狙って、そっから撮るとカメラ側もここにピンが欲しかったんですねっていうのを把握できたりするので、そういったところで撮影機能の呼び出しのホールドっていうものは結構使いやすかったりもしますと。ただそれが23万円の実売であれば Z52 も十分にすごく頑張ってくれているところなので、結局のところ野鳥撮影飛行機にどれだけお金が出せるのかっていうところで、あとはどこまでこだわるのかで判断していただくのがいいのかなっていうふうには思いますね。次、レンズテレコンへの投資が前提。これも人によるというか何を撮るかなんですけど、画素数の話をしていくと、4571とか2450とかね、通常のカメラであったり高画素機っていうものが今の Z シリーズのフルサイズ機にはあったりします。ちなみに Z52 は DX ではありますが2088です。なので Z52 で DX クロップするよりも画素数としては多く残りますというところもあったりするので、もしかしたら Z52、極端な話ですよ、 Z52 で野鳥撮影飛行機撮影で遠くのものを撮るっていう前提であれば、センサーの違いとかがあるんで安定感は Z52 の方があるかなとは思いますが、 Z52 っていう選択もあると思います。 DX やけどね。そうなってくるとやっぱ D500 のZ カメラ版ミラーレス版が欲しくなってくるなやっぱりっていう考えは出たりもしますよね。とにかくパワフルで Z8 ぐらいのパワフル度合いで DX なみたいなね風に思っちゃいますよね。なので有効2450万画素、DX クロップするよりも多少暗くなろうともテレコンバーター 1.4 ぐらいがおすすめかな。なので400に 1.4 つけるってなると CC16 で560ぐらいですよね。なので560ぐらいで撮れるよねっていうのがすごくいいかなというふうに思います。あと予算的にね、もっとコンパクトな構成を求める方は Z52。ボディ内手ブラ補正はないんですけど、レンズシフト方式のね VR 機構に頼ることができるので、そのあたりは400の 4.5、100、400含めて Z52 って結構いい選択肢やなって自分で Z52 と445使ってて思いました。ただセンサーの世代なのか、若干の安定感は GO2 の方があるかなっていう、利面照射のところのね影響なのかは知れないですけども Z52 の方が打率はいいかな。でもっと言うと、積層のね Z8、9あたりの方がいいかなっていう、そこは分かりやすくやっぱお金でね判断できるポイントなんだろうなと。ただそれがストリートフォトとかでそんなに激しくも動かへんし、そんなに厳しい状況でもなければ分からないんですけどね。やっぱり暗いところとか早く動くものを撮るってなってくるとカメラの値段の差っていうのは分かりやすく出てくるところです。で、誤解を招かないために
っていう話なんですけど、つまり望遠かつ動体で野鳥撮影ってなってくると、もっと快適に撮れる機材があるよっていうのを私自身はいろいろ YouTube を通してお伝えしています。ただ Z52 のプロモーションに、携わっていることから、Z52 ね、やっぱ風に言わなあきませんやん。でもそれを Z52 がもっと売れるためにいい風に装うのもなんやろう、良くないよねっていうところがあって、黙っておくのはやっぱ買った後の視聴者様が Z52 買う。で私が Z52 でポートレート通してたんですね。めちゃくちゃいいんです。もうそれはほんまなんですよ。 Z52 でポートレート縦にも向くし、瞳 AF もしっかりくっつくし、 3D トラッキングカスタムワイドエリア AF もいける、リッチトーンのポートレートも使えるし、ものごっつ快適やないのって。1.2 とかのレンズ使う時にシャッタースピード上限っていうところで ND がいるかなぐらいですわなのでポートレートとかにはものすごく向いてるけど、野鳥撮影にはちょっと条件的に厳しいところがねあるよっていうのはしっかりお伝えしておかないと、視聴者様が Z52 を買った後のミスマッチになってしまう。これはね避けておきたいかなというところがあります。で実際に Z52 購入してはいるんですけど、基本は野鳥とか飛行機はミニマル構図としてはめっちゃ撮ってます。遠く言うたら飛行機とか野鳥ちっちゃく写すためです。大きく写すとミニマル構図になるかもしれないですよ。ドンって一匹野鳥とね飛行機だけいれば。ただどっちかっていうと雰囲気的にもう空をバーンって切り取って飛行機ちょぼっとかね、野鳥ちょぼっとか、海背景ドーンに対して海猫カモメがちょこみたいな、そういう写真を撮るときに400の 4.5 とかねを使いたいなっていうふうに思ってます。なのでやっぱりねなんていうんかな、私自身がね野鳥撮影に適したカメラとかレンズを持ってるからそういう発想になるんやっていうマウント、ポジショントークやみたいなね風になるかもしれへんし、機材なんて何だっていいでしょっていう風にね言われてしまうかもしれないんですけど、ほんまに Z52 で野鳥とか飛行機を撮ろうと最適な機材は何だろうっていう風に悩んでる方には89あたりをおすすめするし、価格で抑え込みたい方は Z52 いいよと。で180/600っていう選択肢もあるよって、600までいけるから、ね、ただそうなってくるとカメラバッグが大変だよっていうのもお伝えしておかなくちゃいけないなと。で野鳥を撮るのであれば Z52 でね撮るのであれば600とか800の63とか863あたりがいいんじゃないのかなっていうのは先ほどからお伝えしている通り、FX フォーマットで DX クロップしない前提であればレンズに投資があった方がいいよっていうところですね。これが高画素機でカメラ側であれば400を DX クロップ2000万画素ぐらいで、600ぐらいにバーンって切り取るとできるんですよ。ここの違いかなっていう風に思っちゃいますので、ぜひね高画素の 400mm なので 400mm 前後の望遠レンズを選ぶ方にはすごくねご留意いただきたい内容かなっていう風に思います。で Z52 そう言うとだいぶ抑えてはいますけど、ちょっと Z52 かなりきついように聞こえてるかもしれないです。で Z52 購入された方からするとジマさんが Z52 をきつく言っているってね言われるかもしれないですけど、私自身も Z52 を購入した一人としてほんまに思っていることをちゃんとお伝えしています。ここで Z52 自分が買うたから自分が買うた買い物を正当化するためにも Z52 って全ての撮影に向いてんねん、最高のカメラやねんって言いたいんですよ。言いたいんですけど、やっぱ楽しむには適材適所かなっていう風に思いますので、気軽な撮影とかマイベースに撮るストリートフォトとかね、あとは私もプロモーションで携わっているポートレート撮影とかには役立つ機能が数多く追加された、エクスピード7世代目っていうところもあって買っているっていうところはあります。対して野鳥撮影とか、望遠かつ動体動くものに対しては Z52 には撮れるっちゃ撮れるけど、ちょっと荷が重たいところもあるので、本格的に楽しみたい方は、8とか9、6-3もありですけど、もういっそのこと8-9あたりフラグシップもしくは、上域高画素機のね8-9あたりを狙ってもらう方がいいかなと。もちろんね
街中でスズメとか、赤霊取る程度であれば問題ないですし、向こうさん側もあんま人間に警戒心あらへんからね、待っとったら勝手に寄ってきよりますやん、赤霊スズメあたりであれば。ただしっかりとね、野鳥撮影を楽しみたい方としては上域っていうものをおすすめしたいし、 Z52 カメラ側をいわゆる予算を節約するのであればレンズ側に言うたら金管がついてるようなレンズやねそういったレンズに予算を出すっていう必要があるんじゃないのかなというのをお伝えさせていただきました。このチャンネルではですね、撮影に関すること、カメラに関する情報ニュースを毎週更新、ここ数日は毎日更新でお届けしております。ショート動画挟んでなんですけどね、ぜひチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。もちろん、ニコンのね、カメラとかレンズに関する情報なんかをお届けしていくんですけど、やっぱりラインナップかなり増えました。フルサイズ機も APS-C DX 機もね。ってなってくると、どれが最適なんだろうかっていうのはもうちゃんとお伝えしていかないと、買った後でなんか20万40万60万した買い物が自分となんかマッチせんくって手放すっていうのは避けていただきたい。やっぱり買ったカメラを長く使えるものにしていただきたいので、自分が撮る対象が変わればそれはミスマッチ起きますよ。でも自分がそもそも撮る対象も決まってるのにミスマッチで買った時からなんかずれとるなっていうのは避けていただきたいので、当チャンネルの情報を参考にですね、役立つ、カメラ選びというものをお手伝いできたらなというふうに思っております。あとね、写真集最近1234作ってて、ボリューム5今印刷かけてます。ただそれは1冊目のテストのね仮のものになりますので、その段階で、問題がなければ、なんていうの、確定という形で大量印刷をかけるところになりますので、今はね手元には1234があります。5に関しては6月から8月でも早かったら6月末ぐらいには出せそうな動きになっております。概要欄にもね写真集ボリューム5リンク貼っておりますので、ぜひ興味ある方は購入していただけると嬉しいかなというふうに思います。あとはね、オンラインサロンジマチューブコミュニティ運営しておりますので、興味ある方は写真とかカメラに関する情報交換とか、あとは月1本ね、サロンメンバーさん限定の皆さんから投稿していただいたお写真に対するフィードバックの動画であったりとか、あとは半年に1回、次6月末ですね、公募展に向けての動きというものもありますので、ぜひ参加していただけると。あとは6月末にワークショップですね、フルサイズ機の選び方みたいなものをお話しさせていただきますので、興味ある方ね、メリケンギャラリーさんのところから申し込んでいただけたらなと思います。こんなところかな。皆さんは Z52 に対してどう思われます？今日ちょっと私言葉選んだつもりではいるんやけど、ちょっときつくね聞こえてしまったら申し訳ないです。ただそれは Z52 を購入した同じ Z52 ユーザーだからこその本音だというところで受け取っていただけたら、私はそうは思わんでと思われる方もね多くいらっしゃるかと存じますが、あくまで他の機種で野鳥とか飛行機とかいろいろ撮り続けてきた一人のユーザーとして思うところをお伝えさせていただいて、そういったところを踏まえても23万円やったら Z52 ってお買い得だよねっていう納得感を持って購入していただきたいなとか、使い続けていただきたいなというふうに思っております。こんなところかな。ぜひチャンネル登録応援よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。